はい、こんにちは。 DIY でテーブルやカウンター、こういったのを作るときに購入したカウンター材、これってほぼ直角90度になってるかと思うんですけど、角の部分に丸みを見させたり4箇所同じ形で作るってなかなか困難ですよね。なので今回は好きな形状を角の部分に移してかっこいいコーナーの部分、これを何度でも作れるコーナージグの作り方、これを紹介していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにカウンターやテーブルの角の部分、ここにコーナー加工したいモデルを探します。今回はこのようなクリップボード、それとこちらのコースター、これの角の部分、これと約4分の1の外側の部分、ここを 30cm×30cm、 厚みが 12mm の修正材を使ってコーナージグを作っていこうかと思うんですけど、まずはモデルとなるコーナーの部分、これを修正材とぴったり合わせた状態でモデルと同じコーナーの形を描いていきます。そして左下の部分、ここにコースターと同じような形、そして右上の部分、ここにクリップボードと同じ形を描いていったんですけど、線から少し余裕がある程度で、全然ね適当でいいんですけど、手の甲を使って大雑把にカットしていきたいと思います。このような形で線から少し余裕がある形で適当にカットしていったんですけど、それぞれカットしていった後に角材などを使って両面テープでぴったりと固定をしていきます。そして簡単に外れたりしないことを確認したら、以前の動画でも紹介していったんですけど、ベアリング付きストレートビット、これを使ってトリマーでコースターからはみ出した部分の修正材をコースターの曲線と同じ形でカットしていきたいと思います。こんな形でモデルとなるコースターと同じ曲線ができました。そして同じような要領でクリップボードのコーナーの部分、これももう一方の修正材の角の部分に作っていこうかと思います。このような形でもう一方の角の部分、ここもモデルとなるクリップボードの角の部分、これと同じ形ができました。これでほぼ出来上がりには近いんですけど、実際にこちらのジグを使っていくときは加工したい対象物、これの上に作りたいコーナーの形、これを合わせて先ほどと同じようにベアリング付きのストレートビット、これを使ってジグと同じコーナーの形を移していくんですけど、例えば4箇所に同じコーナー加工をするときに対象物とジグがずれたりすると均等な形にならなかったり、毎回きれいに合わせていくのも結構手間がかかりますので、簡単に対象物とジグを合わせていけるように、このような金物プレート、これを作っていったジグの中央あたりに取り付けていこうかと思うんですけど、このような一般的なビス、これを使って取り付けても全く問題はないんですけど、今回はこのような折り目ナット、これと折り目ナットに適合するネジ、これを使ってジグの小口の部分に金物を取り付けていきたいと思います。
このような形でこちらのコーナー、これを対象物にすぐに合わせれるように2箇所に金具をつけていきました。そしてこれがついたので、対象物のコーナー加工を入れたい部分に2箇所の金具、これにスライドさせるだけで簡単にコーナーが合わせれるようにできました。そしてもう1箇所のジグの部分、これも先ほどと同じように2箇所の金具を取り付けていきたいと思います。もう一方のコーナーもこのような形で2箇所の金物をつけていきました。そして今回は折り目ナットとネジを使って留めていきましたので、そこまで気にする必要はないんですけど、万が一ビスで取り付けた際、こういった時はそれぞれ延長する面を同じ方向、そしてもう一方は逆方向に取り付けるようにしてください。そして出来上がったこちらのジグの使い方なんですけど、対象物にぴったりと金具を押し当てて加工する線を描いていきます。そして先ほどと同じようにトリマーの負担を軽減するために手のこで落としていくと、再度ジグを乗せて対象物と金具、これがぴったりとくっついたのを確認すると、クランプなどできっちりと固定します。あとはベアリング付きのストレートビット、これを使ってトリマーをかけていくと、このような形で綺麗なコーナーができました。そしてこんな形で2種類のコーナージグを作っていったんですけど、対象物の加工をするときに金具が下向きの状態でぴったりと合わせる必要があるんですけど、あえてね、こちらの金具の取り付け、これを折り目ナットとネジを使って取り付けていった理由なんですけど、簡単に取り外しができますので、金具の取り付ける穴を逆にして反対側も逆に取り付けると、1枚の板でもう2箇所コーナージグができるんで、このような形で金具を取り付けてもらったがいいかなと思います。せっかくなので残りの2箇所、ここに斜め45度のコーナージグ、それとくぼんだ曲線のコーナージグ、この2箇所も追加して合計で4箇所のコーナージグができました。ではね、先ほど加工したこちらのコーナー、これ以外の部分の残りの3箇所を使って先ほど加工していった修正剤に残りの3箇所も加工していきたいと思います。このような形で残りの3種類のコーナーの加工もやっていきました。そしてね、今回はこちらの修正剤に4種類の加工をやっていったんですけど、テーブルの天板などを作るときは4箇所同じ種類ですることが多いかと思うんですけど、簡単に作れるコーナージグ、これを使うと
ぴったりと4箇所に同じ加工ができます。そしてメントルビットでさらに装飾をかけてペイントをかけていくとまた雰囲気が変わってさらにかっこよくなるかと思います。そして今回作ったこちらのコーナージグ、これを作る時の注意点なんですけど、今回初めに竹のコースター、それとこのようなクリップボードを使ってコーナージグを作っていったんですけど、皆さんが作りたいコーナージグのモデルとなるこういった形、こういったのを選ぶ時にコースターのように適度な厚みがある場合はそこまで問題はないかと思うんですけど、コースターと比較してクリップボード、これはあまり厚みがありません。で、このような厚みがない材料、こういったのをモデルにするときにベアリング付きのストレートビット、これはベアリングの部分がモデルとなるクリップボード、これの表面を走って刃の部分で下の対象物、これを削っていくような加工になりますので、クリップボードよりもベアリング、これが下の状態になっているとジグを作ろうとする修正材、これの形のままにベアリングが走って何も削れない状態になります。なのでストレートビットの出幅、これがベアリングがクリップボードに当たるギリギリの寸法になりますので、極端に厚みがなさすぎる材料、こういったのは作りたいコーナーの形、これを作ることができなくなりますので、モデルの厚みも注意するようにしてください。そしてこのようなくぼみの形状、これをね作ることってめったにないかとは思うんですけど、こういった形状を作るときにまずはトリマーの負担を減らすために余分な部分を手のこでカットしてきました。でもね、奥の方までなかなかカットできなかったりします。なので極力できる限りカットしていった後は無理な力などを加えて一気に削ったりせずに、手のこなどで取り除けなかった部分、こういったのをちょっとずつ表面を削りながら最後にモデルとなる部分、これにベアリングを走らせるようにしてください。こんな形で今回は好きなコーナーの形、これをそのまま修正材に移して同じ形を簡単に作っていくコーナージグの作り方、これについて解説していきました。テーブルやカウンターなどを作る際に同じ形が何回も作れますので、このようなジグを使ってさらに仕上がりがグレードアップする DIY を楽しんでいただければと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。